りがとう。Hello everyone、宗藤ちゃんです。本日の動画はグリーンウッドから作るクグサの作り方。クグサをバックソー、手斧、ナイフ、ノミなどのハンドツールだけでリンゴの木のグリーンウッドからブッシュクラフトカービングしたいと思います。できるだけ分かりやすく解説していこうと思いますが、分からないことやこうしてほしい、こうしたらいいんじゃないとかあればぜひコメント欄の方によろしくお願いします。できるだけこれからの動画に反映させていきたいと思います。それからいいねボタン、チャンネル登録、通知オンしてもらえると励みになります。よろしくお願いします。それでは行ってみよう。素材のリンゴの木は近所のファームで切り倒されていたものから少し分けていただいたものです。少し前の動画、アートプロジェクトブレインク草で脳みそ草を作った時に一緒に切り出しておいたものですが、脳みそ草の方を先に作ったので作り始めるまでに2ヶ月ほど空いてしまい、その間冷凍保存しておきました。丸太から切り出す時に気をつけた方がいい注意点を解説しましょう。丸太はできるだけ節がないもの、枝分かれしている部分がないものがいいです。切り出す部分ですが、丸太の中心部は避けて切り出します。これらは乾燥が進むとどうしても割れが入りやすいんです。それらを使ってうまくできたとしても、繰り返し使っていくうちに割れが入ってくる可能性があるので、長く使いたいと思うのであればそれらを避けた方が良いと思います。冷凍庫から出したら半日ほど常温に置いておき、木の中までちゃんと溶けるのを待って作業を始めます。まずはデザインを考える前にもう一度丸太の中心部や節がないかどうかを確かめて、あるようであれば最初にそれらを落としてからどんな形にしていくかを考えます。僕の場合は隠れた小さな節があったのでかなり落とすことになりました。手斧を使っていらない部分を削って落としていきます。この手斧は拾った斧の刃を自分でリメイクしたものです。そのリメイク動画のリンクが上に出ているのでよかったらどうぞ。節が取れたところでよく見ると割れがもう少し先まで伸びているようなので、さらに削って下げないといけなくなりました。カップの先の割れは何とかなりましたが、取っ手側の割れはまだ続いているようで、これ以上深追いすると草にならなくなりそうなので、乾燥する時にうまく閉じてくれることを願い、先に進めていくことにしました。大まかにどんな形にするかを決めて、センターラインを引いて輪郭を書き込み、カップの内側のラインも書き込みます。形は自由に好みに合うものにするのが良いと思います。僕みたいにきっちり丸く作る必要もないし、ちょっといびつなぐらいが手作り感が出て良いと思います。形が決まったらカップの中を掘る作業を先にします。絶対ではないですが、外側の形が挟んで固定しやすく作業がうまくいくと思います。今回の固定はブッシュクラフトカービングのくくりでやっているので、いつも使っている丸太の作業台に麻縄とジグで固定してます。簡単に説明すると、輪っか状にした縄を8の字にねじり、クロスした部分を台の下に持っていき、ジグを引っ掛けてそれを棒で締めて固定するといった感じです。実際には前面、台の底、背面の3箇所をねじってクロスしてあるのと、自在結びとトラッカーズヒッチを使ってロープのサイズを自由に設定できるようにしてあります。この2つのロープワークの間に棒を差し込み、
ねじって締めれば固定できるわけです。丸のみを使いカップの中を掘っていきます。角度が浅く掘りやすい間は問題ないと思いますが、深くなってくるとちょっと難しくなってくると思います。ムレタンちゃん流の対処法は、穴の中に丸く切り込むようにのみを入れて、真ん中をむしり取るようにして剥がして取ってから、その周りを掘っていきます。ともかく無理に深く掘り進めるよりも浅めに徐々に進める方が結果的に早いと思います。思った深さにできたら台から外して手彫りでカップの中のガタガタなのみ跡を少し滑らかにして、後にフックナイフで削るときにやりやすいようにしておきます。その次に手斧で外側の形を粗く出していきます。重要なことをまだ言ってませんでした。掘っている間は木の表面が乾いてきたら水につけて濡らしてやります。乾きすぎると割れが入ってきてしまうので要注意です。掘るのに集中しすぎて忘れないように。手斧でできる範囲の荒出しが終わったら、ナイフに持ち替えて形を自分のイメージに近づけていきます。次にフックナイフに持ち替えてカップの中をさらに丸くきれいに削りながら自分の目指すサイズにしていきます。はじめはそこを木目に対して90度の方向で削ります。必要に応じて70度から110度ぐらいの角度で端から中心に向かって削ります。中心がへこむ感じで丸くなってナイフの底が底の側面にフィットし始めたら、次は上から見た丸みに沿ってこんな感じで動かして削ります。この動作は木目が時計の9時から3時方向にあるとして、3時から6時に向かう方向と9時から6時に向かう方向の2つの動きで削り、6時の部分は下からすくい上げるように処理していきます。反対側はククサ自体を180度回して手前に削りたい側を持ってきて同じように削ります。
ナイフで木を削る時の基本は、どれだけ深く厚く削りたい時でも薄く徐々に削っていく方が手に負担がかからず、結果的に早く終わらすことができます。急がば回れです。それと木の表面が乾いてくると硬くなり削りにくくなるので、しっかり濡らして作業しましょう。こんな感じでだいたい思ったサイズに中を削れたら、再び外側の形をもう一歩イメージに近づけていきます。僕は手斧で結構細かいところまでやってますが、慣れてない方は早めにナイフに持ち替えてじっくりと楽しみながらのんびりやるのがいいのではないかと思います。もし週末の間に終わらず、次の週末やその先の週末まで作業ができないといった場合には、濡れた状態でラップに包み、ジップバッグなどに入れて冷凍庫で保管しましょう。一晩ぐらいなら冷蔵庫でもいいですが、長期になるとカビが来る可能性があるので。大体の形が出たところで取っ手に指を入れる穴を開けていくことにしました。もちろんドリルなどを使って開けてもいいのですが、ここでは細めの丸のみで掘ってみました。ハンドルの両側に同じ位置になるようにマークをしてから、両側を同じように掘り進めていきます。さほど難しい作業ではないですが、貫通するときにのみが滑って怪我をしないように注意しましょう。次にナイフで形を 90% ぐらいまで整えたところで乾燥の工程に行きますが、それは後編にてお話しします。本日の動画いいねと思ったらいいねボタン、チャンネル登録、通知オンよろしくお願いします。それではまた。See you next time. Bye!